こんにちは、MD ジャックです。なんか今年もあっという間に半分過ぎてしまって早すぎだろって思いつつ、ああそうだ、上半期を振り返ってみようかなと。こんにちは、愛です。上半期の振り返りは初めてですよね。そうなんだよ。週1ペースで動画上げて20数本。じゃあ早速振り返ってみましょう。価格帯を3つに分け各5モデルピックアップしてるんですね。そう、ピックアップの根拠はデザインだったり音質だったりなんか印象に残ったりといろいろなんだけど、振り返りということなんでまず大半をリストにしています。ではまずこの価格帯から。 CRA プラスは音質よりも CRA の倍ぐらいの価格差が気になって購入を躊躇した人もいると思うけど、最近少し価格が下がったみたい。音質は CRA より少し落ち着いた感じ。 ESX はレビュー当時はまあ普通かなって思ってたけど、そつなく仕上がってるしデザインもいいしで、レビュー後にちょっと印象が良くなったモデル。 T1S はめっちゃシンプルなデザイン、ベリリウムコーティングでもちょっと暖色系、イヤピ調整で上品な小域を出せるようになって満足。リアーはチューニングが好み、ちょっと工作精度であらもあるけど価格を考慮すると許容範囲。 MT1 Pro はセミオープンの聞き心地が良くて箱出し最初の主張のインパクトが大きかった。 BLMAX は風変わりな外観で結構大きい 2DD で音に余裕がある感じで空間表現が気持ちよかったのとチューニングが好み。 ZES はもう少し中高域をしっかり出すチューニングだったらもっと気に入ってただろうな。高域の EST はそれなりにしっかり出てた。 DQ6S は HBB とのコラボモデル DQ6 に比べやや落ち着いた中高域で個人的には 6S の方が好み。オーラは本体がとにかく軽い、中高域中心の質感は好き嫌いが分かれそう。 TA1MAX はノールズ BA と DD のハイブレッドモデル、セミオープンが気持ちよく低域がパワフルで全体の響き方が独特だけどお気に入り。最近のレビューで記憶に新しいレッドシュアー S10 にはプレイナードライバー搭載、改造感が独特でバックの音もしっかり聞こえる。音楽以外のドラマ視聴でも細部の音が聞こえるので見ていて迫力あった。昨年発売のアリア2がここに入っているのはレビュー動画を作ったのが遅かったから。限定モデルの初音ミクバージョンや DLC 搭載のスノーエディションが発売になったりで人気モデル。スノーエディションはもうすぐレビューできそう。 P1MAX 通称ビッグパンダは予想に反しウォームな感じ。要因は中域が豊かだからだけど、中域の EQ 補正とリケーブルで改造感も全体の印象もかなり変化した。オリーナは HBB とのコラボモデル、ここでも HBB が登場。評判通り良かったモデル。空間表現、特に奥行き感が心地いいが、条件が変わると平凡な音にもなりセンシティブな部分もある。キリンはプレイナードライバー搭載と3つのチューニングが楽しめるチューニングノズル、そして交換可能なジャックが付属しているオタク感の高いモデルだが、もちろん音もしっかりしてる。諸事情でまだ標準のノズルの音しか聞けていないが、チューニングノズルが揃ったら追加レビューを検討中。人気モデルなのは間違いない。ピックアップした15のモデルでジャックさんが特に気になったモデルをそれぞれの価格帯から2つ教えてもらえますか？そう来ると思った。じゃあこれね、ドン。ランキングじゃないけど上半期のレビューではこの辺りが印象に残ったな。でも選んでないモデルがダメなわけじゃないんで誤解しないでほしいんだよね。WA モデルが減りましたね。そうだね、 DD モデルがブラッシュアップされたりプレイナードライバーモデルが増えてきたりと流れが変わってきてる感じだね。 S12、オリーナ、TA1MAX の3モデルは特に印象に残ったよ。同感です。そういえば TWS はやらないんですか？レビューした数が少なかったからね。ところでいい音で聞くためには何をしたらいいと思う？そうですね、カナル型ならイヤピをしっかり合わせるとか。それも正解だけど、まず長時間大音量で聞かない。それともっと根本的な部分で耳の健康状態に気を配ること。梅雨時期以降耳のトラブルも多くなっているらしいので、カナル型のイヤホンの長時間使用後は耳のケアが必要だと思う。ジャックさん、昨年大変な思いしましたもんね。そう、外耳道炎で聴力が半分以下になって38度の熱も出て PCR 検査まで受けたからね。耳鼻科に通院して1ヶ月で治ったけど大変だった。その後も耳の炎症はちょこちょこあったんだけど、これを使い始めたらピタッと収まったね。どんな風に使うんですか？綿棒に染み込ませ耳に塗るようにしてる。炎症が起きかけの時はヒリヒリするけど、次の日塗るとヒリヒリが収まってることが多い。悪化する前に治ってるんだよ。人によって合う合わないがあるでしょうけど、私は効果が大きかったので試してみる価値はあるかと。概要欄にリンク貼っておきます。その他気をつけていることはありますか？骨伝導タイプやインナーイヤータイプを使うようにして耳への負担を減らすようにしてる。ドラマ視聴は Android 端末や iPad だと Windows PC で使用する場合に比べてレイテンシーがほとんど気にならないので、最近音楽以外の用途の場合は骨伝導タイプやインナーイヤータイプをよく使ってる。で、音楽をちゃんと聴くときだけカナル型を使うことでリスクを軽減してるよ。確かに耳の健康あってのいい音ですものね。愛も意識してみます。というわけで簡単ではありますが、2022年上半期にレビューしたモデルを振り返ってみました。本格的にイヤホンレビューを始めて2年ほどになりますが、基本週1ペースで動画アップしていきますんで、今後ともよろしくお願いします。
愛もお手伝い頑張りますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。